はい、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2月18日から2月月末までの星の動きの解説とタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。3月か4月か5月までにはYouTube のメンバーシップもやろうかなと思っていますので、もしメンバーシップを始めたらこんなことをメンバーさんにしてほしいみたいなご要望があれば、ぜひコメントで教えてください。それも検討して特典に入れていきたいと思います。お願いします。では行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ジャスティスの逆、ペンタクスの5、そしてペンタクス2の逆、ソード4、ペンタクスキング、ワンド7、ページのワンド逆ですね。対策や気をつけることが、ペンタクス6の逆とワンド9の逆とオラクルは太陽です。すごいご自身が体感で感じてらっしゃる以上に、実は今めちゃくちゃいいエネルギー来てますってことだと思うんですね。でちょっと星の話をしますが、この2月18日からっていうのは太陽が魚座に入るということで、魚座の優しいエネルギーがこう入ってくるんです。でそれが特に乙女座の皆さんにとっては他者との関係において非常に優しいエネルギーが入ってくるっていう感じなので、人間関係もとてもいいんですね。この時期途端に良くなるみたいな感じもあるかもしれませんし、ご自身がちょっと引いていたりとか、ちょっと距離を置きたいとか、ちょっと一人になりたいみたいな思っていたのが、やっぱり人と関わるのって楽しいなとか、人と関わることによって得られる恩恵や入ってくる豊かな感覚っていうものをご自身も非常に感じやすくなると思います。ちょっと要するになんかこう他者に対しては警戒したりとか、責任っていうものを感じて純粋に喜びにくかったっていう方がだんだん溶かされていくって感じがするんですよね。そして2月24日以降逆行していた火星も順行に戻るので、この火星っていうのも乙女座さんにとってはね、グループとか団体とか友達みたいなところにいたので、ちょっと人との関係性の距離感がわからないなとか、なんかこう言いたいけど言えないなみたいな、そんな思いがあったとしたら、それがスムーズになんか和解していくとか、別に友達の関係のことだけじゃなくてもね、自分が夢を追いかけてるとしたら、その夢に対してなかなか進まないなと思っていたものがこうスムーズに進み始める、誰かの協力者が出てくるとか、こうヒントをもらうみたいな、感化されて自分もまたやる気になるみたいな感じで、何かがこううまく回って進み始めるよっていう流れがあるんです。そしてこれ皆さんに言ってるんですけど、2月25日ってどんな気づきがあるのかなって私は個人的にちょっと楽しみにしてるんですね。深いところで気づきが起こるっていう時なので、乙女座の皆さんもね、今他者を通していろんな感覚が感じられる時なので、人を通してだけじゃないんですけども、日常生活の中でとか、自分の体を感じてみてとか、何かそういうどの分野か分かりませんが、大きな気づきが起こるんじゃないかなと思うので、ちょっとこう遊び半分で25日どんなメッセージを自分が感じるかなって言って、ちょっと客観的に見てると、こんな風にメッセージって来るんだみたいなことが分かるかもしれません。そして2月28日が魚座で起こる新月になります。でこの新月ももちろんパートナーシップのところで起こるので、こう他者との関係をここから見直していくとか、新たに結び直すとか、何かこう契約がうまくいくとか、何かそういうのがあると思うんですね。なのでこれは人を通して、ただ28日新月ですが、28日まで待たなくても18日以降もその雰囲気っていうか空気感全然ありますので、ご自身で人との関係をこうしたいっていう思いがあれば、それを意図していただくのもいいんじゃないかと思いますし、それを意識しているとそういう出来事って起きてきますので、何か人を通して気づきがたくさんあるだろうなと思います。でカードで見た時にやっぱり入り口がジャスティスなので、他者の顔色を伺いすぎたりとか、状況っていうのを見すぎて自分がどうしたいかっていうのは分からなくなってたみたいな感じがあるかもしれません。もういいんだみたいな、もう自分が考えてやったところでどうせ覆されるとかうまくいかないのであれば、もう流れに、飲まれておくぐらいの感じで、少しこう自主性とか自分で決めたことに責任を持ってやっていくっていうエネルギーが少し低下していたのかもしれませんね。別にそれは悪いわけではないんですが、ちょっと自分自身を疑っていたっていうか、自分の能力やなんかそういうのを疑ってて、どうせ私無理ですからみたいな、そんな感じもあったのかもしれないんですけど、それは決して
乙女座さんの能力が低いからとか何かが間違ってたからではなく、その状態でうまくいってるんですよっていう感じがしたんです。自分が思ってることをそのまま現実化することだけがいいことではないので、自分が思ったけど違ってたって単に調整が行われていただけなんですけど、それをなんか自分のせいだっていうような誤解をして休んでいたりとか、もういいみたいになっていたのかもしれませんね。なんかそれが復活してくるって感じはあります。もしくはちょっと話が2点3点しすぎて、これは様子を見るしかないみたいな感じで寝かしておいていたことがようやく始まるのかもしれませんね。ただなんとなくここでもやっぱソードの4っていうのが出ているので、ちょっと体調悪かったんだとか、なんかこう自分でどうこうできる状況じゃなかったんだっていう状況から救いのなんか手が差し伸べられるみたいな感じがもしかしたら起こってくるかもしれません。なんか要するに自分ではこのペンタクスを持っていないと感じてるっぽいんですよね。でペンタクスが何なのかって言ったら、自分の価値だったりお金だったり大事なことだ、大切にしたいことなんですけど、それをなんか見過ごしていた、自分の中で大事なものっていうのを見過ごして周りに合わせていたとか、それによってなんかよく分かんないなみたいな状況になって保留にしていたとか、そういったことがあったとしたら、そこに急になんか本当に救いの手が差し伸べられますみたいな感じがあり、ちゃんとそれを分かってくれる人とか、ちゃんとそれを教えてくれる人とか、いや乙女座さんこんなにすごいじゃないですかということをちゃんとなんか言ってくれる人みたいな、気づかせてくれる人っていうのが出てきそうな気がします。ちょうど星でも人間関係いいですしね。結構これ相手はすごくしっかりした人なので、相手のそのしっかりしてる立場や考えを持っている人にそう言われることでもう一回自分のことを信じてみようっていう気持ちになったりとか、私大丈夫だったんだ、できるんだっていう気持ちになったりして、自分でやっていく力が復活する。でももちろん順調にいくし、それでもまだまだなんか本当にこれで大丈夫かなとか、自分がやってることって無駄になってないかなとか、ちゃんと受け取ってもらえてるかなみたいな、そういった懸念はあるんですけど、でもカードが言ってるのは大丈夫ですみたいなね。もうオラクルが太陽だったらもう全て許されるみたいな感じがあり、もうとにかく今起きてることはめちゃくちゃいいことですから、そこに委ねてくださいって感じがしました。なのででも委ねられると思いますよ。なんかここまでの流れが少し大きなミスをしないように慎重になっていたりとか、なんかあんまり自分に無理しないようにしようって言ってこうあんまり自分にプレッシャーもかけるのをちょっとやめていたとかっていうところから、自分もまだまだできるみたいな感じでちょっと力を持ち直してやっていってる感じがするのでね、それでももちろん慎重には進んでますけども、でもいいです。今与えられているこのエネルギーをふんだんに生かしてほしいなと思います。特に人を通してです。これを踏まえてちょっとお仕事のこと見てみたいと思います。仕事、契約とかね、いい時ですから、お仕事積極的に行ってくださいって感じですよ。戦車にペンタクス、エース、そして、ソード8の逆なんですけど、今なんかアプローチする時って感じですかね。なんか応募するとか企画立てるとか申し出てみるとか申請してみるとか、そういうのはすごくいいです。ダメ元でいいんです。ダメ元でお給料上げてくださいみたいなのもあるかもしれないし、もしくはこんな企画ありますみたいなことを自分で言ってもいいのかもしれないし、なんかどうせどう思われるかとか、自分で自分をこう縛っていたものっていうのをちょっとこう外して、価値あることに行動を起こしていく、価値ある挑戦をしていくっていうふうに出ています。それはとてもいい結果につながるんだと思います。これはダメ元で行ってみましょう。そして人間関係見てみますね。人間関係ワンド4、また出ましたね。ワンド7、そしてカップ7の逆ということで72枚出てますけど、これ入れて3枚出てますけど、人間関係も非常に穏やかですよ。何もなんかトラブってないって感じがあり、それなぜかっていうと、ここまでの間に十分なんかやってきましたもんねみたいな感じです。なんか自分がやっぱり作り上げてきたこの関係性をもっと自負してほしいって感じかな。十分受け入れられてるし、十分守ってきたし、努力したこともちゃんと周り分かってますよみたいな感じがあります。だからこそ何か
さらにもう一歩進めるなら、何かもしかしてこういうのも可能性ありかなって思うことを、このパートナーシップの中、人間関係の中で試していってもいいんですよって言われてる気がしました。せっかくいい関係だからこのまま置いとこうももちろんありなんですけど、いい関係だからこそもう一歩進めてみるっていうのも可能ですよっていうふうに言われてます。そう望むなら。最後にもう一枚オラクルカード見てみますね。楽しい時ですよ、富田さん。本当に楽しんでほしい。積極的にね、言ったら言っただけのなんか恩恵があるって感じがしますので。富田さんどうですか？このカードを見て何かしら感じることがあれば、ご自身でもメッセージを受け取ってみてくださいね。ここでなんかリラクゼーションっていうことで、なんかゆっくりこれは寝てねみたいな感じもあるかもしれないし、自分の中でアクセクするっていうよりも幸せな体感っていうのをゆっくり感じてほしいですね。ここでもソードの4っていうのが出てて、もしかしたらその体調悪かったとか、あんまり自分にプレッシャーかけたくなかったんだっていうのもあったかもしれませんが、全然それは引き続きそのプレッシャーをかけすぎずに、ゆっくり自分を緩める、リラックスする時間とってねっていうことも全然いいと思います。全然いいと思います。そうやりながら、でもきっと何か恩恵たくさんあると思うので、それ十分に感じてみてくださいね。寝てる間に何かメッセージを受けるっていうのもあるかもしれないですね。はい、ということでここまでにしておきます。次回また3月2日までに次の動画をアップしたいと思います。いつもありがとうございます。いい時間をお過ごしください。失礼します。